洋裁歴8年目にしてついにロックミシンを買った。ロックミシンは超初心者だけど、これで作ってみたかった可愛い下着は作れるかな。はいはーい、ついに来たロックミシンが。8年ぐらい洋裁をしてきて、今まではロックミシンはそんなに必要ないかなって思っていて持っていなかったのだけど、最近可愛くってその上着心地がいいっていう下着を作りたくって、いつかはキュートな水着なんかも作りたくなっちゃって、ロックミシンを買うことにした。ロックミシンをいざ買おうと思った時にいろいろ調べたんだけど、4本糸とか3本糸とか1針とか2針とかちょっとよく分かんなかった。でも安い買い物じゃないし長く使いたいから一生懸命選んだ。まずロックミシンは2本針4本糸のもの、1本針3本糸のもの、1本針2本糸のものがある。縫い目の強度は糸の数が多ければ多いほど強くなる。それぞれ主にできることといえば、2本針4本糸のものは巻きロック。巻きロックはこんな感じの縫い目、端を細く巻き込んできれいに仕上げる縫い方。薄手の生地によく使われる。布端のかがり縫い、布端をかがりながら縫い合わせるということができる。1本針3本糸は巻きロック、布端のかがり縫い。1本針2本糸は薄地や軽めの生地の布端のかがり縫いができる。少し細くすると3本糸でもかがりながら縫い合わせはできるが、強度が必要な縫い合わせにはやはり4本糸が向いているそう。2本糸でも普通地をかがることはできるけれど、縫い目が軽いので厚手やほつれやすい生地にはやはり3本以上の糸が向いている。そしてロックミシンの主な機能は大きく2つに分けられる。簡単に言うと縫製に関わる基本的な機能と便利機能だ。まずは作動送り機能。ニットのナム位置を押さえたりギャザーを寄せたりすることができる。ニットを縫いたい場合は割と必須だ。そして巻きロック機能。一方便利機能はエアー自動糸通し。面倒な糸かけを自動でやってくれるもの。あとは自動針糸通しと自動糸調子。便利機能はその名の通りあれば便利だけれど、私は縫う機能がしっかりあればよかったのと、便利機能をつけると値段がドーンと跳ね上がるので便利な自動機能はつけず、ロックミシンとして必要な縫製機能がしっかり揃った2本針4本糸のものを選んだ。購入したのは10期の米国向けモデル MO654DEN、 約450ドルで購入した。日本円でいうと7万円ちょっと。日本向けモデルの10期でいうと MO114DN あたりに近いクラスの機種。購入したけど実はロックミシンを見るのは初めてだし、右も左もわからない感じ。へえ、これがロックミシンか。4本の糸かけを覚悟していたんだけど、なんかもう4本糸かけてくれてある。わあ、ありがたい。段ボールの中身はこんな感じ。付属品の中には何が入っているか見てみよう。これはオイルかな。これは2本糸のかがり縫いに使うウエルーパー用のコンバーター。コンバーターとは2本糸で縫えるように切り替えるための部品。私が買ったのは2本針4本糸だけれど、3本糸にしたり2本糸にしても使える。ドライバー、針交換のメンテナンスなどに使う。これは掃除ブラシ。掃除ブラシの反対側は針交換の時に針を持って差し込みやすくするための補助具。替えのミシン針。これは高温糸ではなく家庭用の糸巻きを使うとき、
小さい糸巻きがぐらつかないように固定する部品。ピンセット、糸掛けをするときに便利だ。糸通し、自動糸通しついてないからね。これは糸がほどけすぎたり絡まったりしないように糸巻きにかぶせるネット。伸びやすい糸やほどけやすい糸を使うときに活躍するそう。これはミシンカバーだね。いつかかわいいロックミシンカバーも作りたいな。よし、じゃあいよいよセットしていってみよう。これは糸を置く台。なんかすっごい硬い。ここの隙間に何これ。なんか強くして壊しちゃいそうでやだ。おー、入った入った。アンテナみたいなスレッドガイドもセット。ここをちょっと開けてみよう。よいしょ。おー、糸のかけ方結構丁寧に書いてあるんだね。どの糸を何番目にかけるかの順番も書いてある。実際に糸をかける場所にもこうやって色がついてくれてあるから、赤はこういってこういってこういってって分かりやすいね。こんなところにもちゃんと色のマークがついてる。糸かけ不安だったけどこれなら大丈夫そう。おまけにもうすでに糸を通してあるから見本が見れていいね。これは布端をカットしていく刃だね。こうして糸かけをしたり作業をするときは危ないから上に上げる。戻すときはこんな感じ。糸はロックミシン用のポリエステルのものを4つ一応買った。それから私は肌に当たる部分を柔らかく仕上げたかったので、伸縮性のあるウーリーナイロン糸も2本用意した。特に下着を作りたかったからここはちょっとこだわった。 T シャツなどの普通のニットソーイングなら基本は通常のポリエステルのロックミシン糸だけで十分。私みたいに肌当たりを柔らかくしたい、伸縮性をより持たせたいっていう時に使う補助的な糸がウーリーナイロン糸だ。さあいよいよ糸をセットしてみよう。ちょっと勉強して。青の馬車の糸の名前が上ルーパー、赤が下ルーパー、緑が右針、黄色が左針。糸かけをする順番は上ルーパー、下ルーパー、右針、左針だ。いよいよ糸をセットだ。右針と左針は普通のポリエステルのロックミシン糸。ウーリーナイロン糸は上ルーパーと下ルーパーにセットしよう。ところで開けづら。ここから引っ張ってねってとこから全然切れてかないんだけど。どうしてこっち行っちゃうんだ。よし、無理やり取った。これがウーリーナイロン糸。上ルーパーと下ルーパーにセット。そして糸かけをしていくんだけど、もうこうして糸をかけてくれてあるから、これを今セットした糸と結んでそのまま引き込むように糸を通していこう。まずは上ルーパーから。結ぶ時は旗結びという結び方がいいそう。小さな針の穴を通りやすいんですって。旗結びのやり方は赤い糸がこれから通したい糸を押してこれから通す糸を下にしてクロスして持って赤い糸をぐるっと V の字の真ん中に通すようにして古い方の糸をこうして輪の中に折り曲げて赤い糸を引っ張る。すると旗結びができる。というわけで4本旗結びしていこう。糸の色を変えたい時もこの手順で糸換えができるそう。自動糸通しがなくてもこのやり方でやると割とストレスなく糸かけができるね。次は下ルーパー。スレッドガイドにも目印の色がついているから分かりやすい。次は右針の糸。最後に左針の糸。
よし、4本つながった。じゃあ引っ張って引き込んでってみよう。へえ、押さえってこうやって後ろにあるんだ。1本ずつ丁寧に。よいしょよいしょ。よし、通過。4本糸かけ完了。早速試し縫いしてみよう。とその前にロックミシンは布端をカットしながら縫うから、切りくずを受けるダストトレイを手作りしよう。市販でも売っていたけど、家にあるもので簡単にできそうだ。よし、こんな感じでいいかな。これをロックミシンの下に置いて、ダストトレイ。ほじゃ早速試し縫いしてみよう。ロックミシンはこうして初めに糸を出してから縫うそう。ここの部分はカラカンと呼ぶそう。いよいよ生地をセットして、使い慣れないからなんだかドギマギ。押さえは後ろだったね。よいしょ。縫い終わりもこうして数センチカラカンを出す。よし、縫えたけど、おや、ちょっとなんか縫い目が汚いな。これはどういったことなんだろう。実はここからどうして縫い目がおかしいのか、原因を追求する戦いが始まった。説明書を読んだり、ありこれ試してみたけれど、なかなか縫い目がきれいに戻らない。最初は糸調子の設定のせいなのかなと思ったのだけれど、ここは初心に戻って、よく普通の家庭用ミシンでも糸調子じゃなくて糸かけがどこかうまくいっていないと縫い目が乱れることがあるから、今回もそうなんじゃないかと思って。でも4本糸があって全部同じ色で、どの糸が原因か分かりにくいから、糸の色を全部変えてみて原因を追求することにした。さっきは手で引っ張ったけど、こうしてミシンを慎重に踏めば糸変えられるね。よし、じゃあ試し縫いしてどの糸がおかしいかを突き止めるぞ。ふむふむ、白だ。白が悪さしてる。つまり左針の糸かけがおかしいんだね。よし、直していざ試し縫い。おー、綺麗な縫い目になった。よし、もう縫い目が汚い原因が解消されたから、元の白い糸に戻して、縫い目も OK だね。準備はやっと整った。いよいよ作りたかったショーツを作ってみよう。まずは型紙を作ろう。自分の持ってるショーツをトレースして型紙を作ってみよう。ショーツは小さいからトレースするのが楽だね。クロッチの縫い目を移すことも忘れずにやろう。
長さが合ってるかチェック。よし。ちょっと休憩。娘が取っといてくれた手作りのゼリーを入れたソーダ。おいしい。今回ショーツにするのは伸びが良くて薄手のコットンジャージー生地。クロッチの部分に使うのは日本で購入した40コーマスムースニット。どちらもとっても肌触りが良くて柔らかい。裁断していこう。いよいよ縫い合わせていこう。ショーツを縫うといってもほとんどの工程は家庭用ミシンで行う。ニット用のミシン針と糸をニット用の糸に変えよう。これがニット用の糸。クロッチと前ショーツを縫い合わせよう。ミシンの縫い目は伸縮縫い。伸縮縫いがないミシンの人はジグザグ縫いでも対応できる。ここが縫えた。前ショーツと後ろショーツを中表で縫い合わせよう。クロッチを後ろショーツに縫い合わせる。縫い代を隠すようにこうして中表に折って縫う。クロッチが縫えた。次は足口とウエストにゴムを縫い付けていく。今回は1/2インチ幅 1.3 センチ幅のピコットレース付きのランジェリーゴムを用意した。足口と同じ長さに切って両足口に縫い合わせていこう。ゴムを均等に縫い付けるため4等分した位置に目印をつけていく。ゴムにもショーツ本体にも目印をつける。
印が合うようにゴムをセットして縫っていこう。3点ジグザグミシンで縫っていこう。3点ジグザグミシンの縫い目がないミシンもジグザグミシンで対応できる。前ショーツと後ろショーツの脇を縫おう。いよいよここでロックミシンの登場だ。なんかちょっとドキドキするな。よし、縫えた。縫い目もいい感じ。やっぱりウーリーナイロン糸を2本使うと肌触りがとっても柔らかいね。ロックミシンを縫い終えた後の糸処理はこうしてちょっとカラカンをしごいて余計の糸をカット。玉結びにしてとじ針を使ってロックミシンの縫い目の中に針を入れていく。数目入れたところでこうして出して余計な糸をカット。これで OK。 ウエストにゴムを縫い付けていく。ウエストの場合は5センチぐらいゴムの方を短く切って縫い付けていこう。ゴムの両端を縫い合わせて輪にしよう。足口にゴムを縫い付けた要領で今回もゴムを4等分印をつけて、ショーツは前と後ろそれぞれ中心に印をつけて、ゴムとショーツのウエストの印を合わせてゴムを引っ張りながら、ショーツの本体は引っ張らないように気をつけて縫おう。ミッドソーイングは初心者だから私も難しいね。